こんにちは、シュマチャンネルです。今回の動画は、羊毛フェルト、猫の製作の改訂版、パート5です。前回の動画をまだご覧になっていない方は、ぜひ、パート1からご覧ください。今日は、白のメリノウールに、少量の染色毛をブレンドして、グラデーションにしていきます。あまり綺麗に混ざりすぎないよう、あえてざっくりと、ブレンドしました。植毛方法はお腹の時と同じ折りたたみ直線刺しですが、2本の細針からスピード針に持ち替えました。今回制作の長毛種に合わせています。短毛の猫などあまり凹凸を出したくない箇所には2本ニードルを使っています。白のメリノウールと茶色の羊毛の2色でクリームタビーを表現していきます。とても薄い虎柄です。通常3から4種類をブレンドすることが多いのですが、今回はわかりやすく2色で制作しました。この時、尻尾のつくところは開けて植毛していきます。濃い色で植毛する部分に目印を描いていきます。印に沿って植毛することで作業がしやすくなります。メリノウールと茶色の羊毛の比率が9対1と5対5の2種類のブレンド毛を作りました。この時点で純粋なメリノウール、茶色の羊毛と合わせて4種類が使用できるようになりました。肉眼では分かりにくいですが、これがブレンド毛です。頭から尻尾の直線ラインにのみ茶色 100% の羊毛を差し付けます。その他の虎柄を2色のブレンドした毛で植毛していきます。初めての制作ではニードルで指を刺したり、ニードルが曲がってしまったり、折れてしまうことがあります。これはよくあることです。徐々に慣れていくまでは気を落とさずに自分のペースで取り組みましょう。曲がったニードルは折れやすい状態になっていますので、新しいものを使ってください。背中の頂点付近からは一点雑誌に切り替え、ボリュームを出しました。土台から垂直に生える毛を表現できます。一旦ニードルを置いてバランスを確認したら、ハサミでカットしていきます。今回の表現では、ハサミを固定した状態で滑らせるようにカットしました。カットの仕方によっても質感の違う毛並みを表現できるのでとても面白いです。続いて尻尾の製作に入ります。モデルの猫に合わせて裏側に白、表側にブレンド毛を使い、虎柄は入れませんでした。虎柄の尻尾を製作するときには体と同じようにペンで目印を入れていくと作業が楽になります。モデルが長毛種なので、羊毛はかなり長めに用意しました。尻尾の表側半分から折りたたみ刺しをしていきます。芯が細いので、ワイヤーとニードルが当たらないよう気をつけて作業します。3分の1ほど植毛した状態です。問題がなければ目指す長さまで作業を続けます。時折、羊毛マットから優しく剥がして裏側も確認してください。植毛がねじれず、まっすぐできていれば大丈夫です。植毛作業はとても根気のいる長い時間に思えるかもしれません。音楽を聴いたり、疲れたら一旦休憩をとってストレッチしたり、気長に挑戦してみてください。裏側も同じ要領で白い毛を植えていきます。バランスよく仕上がったら体に接続していきましょう。ワイヤーを差し込み、周りを綿でしっかりと固定したら接続部の植毛をします。ワイヤーを使った多少可動できる尻尾が完成しました。今回の動画は以上です。次回はいよいよ顔と頭の植毛を始めていきます。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも気に入っていただけましたら、高評価をお願いいたします。